はい、皆さんこんにちは。ネイチトラベラーアイアンウッドでございます。ヨーロッパの旅行記の反省会としてチケットの変更の話をしております。前回動画の最後で投げかけたこの変更。7回目も、すごいよね。もう7回目の変更なんですけども、ローマからミュンヘンへのルフトハンザ航空。これが子会社のルフトハンザシティ航空に運航会社が変更されたんですね。それに関して問題ないだろうと思ったら、これ大問題だったんですよ。で、妻の方はいいチケットが来た。私の方は変なメールが来た。その変なメールを見ますよ。この言葉もう僕もはっきりスパムだと思ったから66見てなかったんですけども、果実 E メールにてご案内しましたが、誠に恐縮ながらお預かりしてます5月のご予約便が運休となりましたことを謹んでご案内申し上げます。何それと次ね。つきましては、弊社にて代理便をご用意ので、別途メールにて新しい E チケットをお客様控えをお送りしております。最新のスケジュールはウェブサイトの予約内容の確認画面からもご覧いただけます。ご旅行の際は必ず最新の E チケットお客様控えをご持参くださいますようお願い申し上げます。この文面最後だけ読んだら問題ないんですけど、この通りになってないんです。私のマイページでは、この通りになってないんですよ。で、ここなんですけども、これ5月の問題になっているこの便なんですね。フライト取り消し済み、別のフライトへ振り替え済みと書かれてながら、これ案外なんですね。5月3日に高松空港帰ってきた下にこれがある。これ絶対おかしい。さっきのメールもおかしい。マイページもおかしい。今の私の状態、これ絶対おかしいですよ。それともう一つ。妻の方のマイページを見た。で、マイページを見た。もっとおかしいことに気がついた。こっちちょっとマイページ残してなかったので、いいチケットでご覧いただきます。で、問題になっているのがこの辺りですね。ここですね。ローマからミュンヘンですね。あれルフトハンザ。僕、ローマからミュンヘンとミュンヘンから大阪ですから、2便なんですけど、ルフトハンザ3便になってますよね。おかしいよね。あれフランクフルト経由やん。あれこれ何の私承諾も何もしてない。ただ単に、妻のメール変更になりましたって。変更になったは何かって言ったら、ローマからミュンヘンが運航会社が変更になったってメールが来ました。その後に送られてきた E チケット。その間に何の交渉事もなくて、これが送られてきたんです。そもそもこれおかしくないのって僕言いたいんですけどね。どう思われますかね。ローマが14時40分発です。フランクフルト到着が16時40分。出発が17時45分っていうことは、乗り継ぎ時間が1時間5分。これ大丈夫ね。で、ミュンヘン到着が18時40分になっています。これもうはっきり言ってどっちもおかしい。妻のこともおかしいし、僕のこともおかしい。コールセンターに電話をします。電話をして、そしたらコールセンターの人、僕の事情を説明して、一応私の名前でどっちも取ってます。私、一応バラバラ取ってるけど、夫婦で、同一の工程で旅行するつもりだったんだって話もして、振り替え便がまずおかしい話と、もう一つ私のこの状況ですね。これ、振り替えできてないでしょって話と二つ話をしました。で、しばらく待ってたんです。これ結構待たされました。普段だと、こんな話早いんですけど、かなり待った挙句に、はい、おっしゃる通りですと、私のチケットは今チューブラリンですとチューブラリンな状態なんです。分かったもうチューブラリン、これどう見たってチューブラリンな状態ですわ。妻と同じ便の変更は可能だと来たんですね。で、それは申し訳ないんだけど、あの便僕納得してないわけです。僕これ承諾もしてないわけです。フランクフルトで1時間5分の乗り継ぎなんかもうありえないですよ。っていう話をしたんですよ。そしたら少々お待ちください。これは早かった。で、何を言うかと思ったら、最低乗り継ぎ時間調べていただいた。最低乗り継ぎ時間が1時間ちょうどらしいです。で、これ1時間5分なんです。ですからクリアしてるからセーフだと言うんです。それはそうなんです。こ
これクリアしてセーフだから、ルフトハンザは発見してるんです。いや、そうじゃないでしょ。これ、ローマからフランクフルトの便がね、ほんのちょっと遅延したら、乗り継ぎできるかできないか、もう不安になるじゃないですか。そういう時にね、まず荷物、ミュンヘンつきませんよ。ですからね、もう体も心配、荷物も心配。で、それに関して、ローマ、フランクフルト、ミュンヘン、どっかの空港で、僕ね、もうほんと大変な目にあって、右往左往している状況が目に浮かぶわけですよ。で、そんな話もコールセンターのお姉さんとしました。で、そしたらね、別の提案していただけませんかということで、お願いしました。それともう一つですね、この電話をする前に、私、この便、ローマからミュンヘンに関して、一応空席状況を調べたんですと。で、なんとね、この日、もうガラガラって言い方あれね、もう開放し放題。私が搭乗可能な便が2便9席空いてましたよ。っていう話もしました。で、それでしばらくお待ちください。これめちゃくちゃ長かったんです。10分、15分待ったと思います。で、その間私冷静になります。ね。ずっと話してたら、言った言わないとかいろんなこと起こるんですけども、もう時間があったので僕冷静になりました。冷静になるとどういうことを考えるのか。先ほど言った通りなんです。空席あるんです。ですから、もう ANA じゃなくって、ユナイテッドのマイレージプラスだった6000マイルで私と妻のチケットを取ることは可能なんです。そしたらね、問題は ANA でこのローマからミュンヘンに関してのチケットがこれなかったことにしていただいて、次の便ですね、こっから下を乗ることが可能であれば、もう僕、この区間だけはもう承諾せずにキャンセルしよう。あくまでもこれ僕の都合でキャンセルするわけじゃないんで、区間の変更とかそういうのじゃないっていう風に扱いしてくれたらね、この先乗れると。これものすごくね、大事なことで、このチケット10便飛行機乗るんですけど、1番から10番までこの通り乗らないとそこから先無効になるんです。例えば高松から東京に最初の便があります。この便僕が乗るのをやめて、羽田空港でマニラ行きチェックインしようと思ったら拒否されるんです。あなた1便目乗らなかったから、このチケットは無効ですっていうことになるんです。ですからここで僕がいらんことをしたら、ミュンヘンからね、帰国できない便のチケットになっちゃうんで、さすがにそれは勘弁してほしいとね、思いながら待ってました。コールセンターのお姉さんが言われたのは、この妻のチケットよりね、ローマを1時間早く出る便があるらしいんです。そしたらフランクフルトの乗り継ぎ時間が2時間になります。これどうですかと来ました。で、わかりましたと。今回の件に関して、私も決着せな困るわけです。ですから、そのアイデアが一案と。それともう一つはね、僕の方から今言った通りです。この間を、この乗り継ぎね、ANA を振り返しているのを僕が拒否した場合になかったことできませんかと。で、これややこしい話なんで、すぐ解決しないと思いますから、一旦電話を切りましょうということで、電話切ったんです。これ早かったね、思ったより。10分ぐらいかな、したら ANA の方から、折り返し電話がありました。で、電話を取った瞬間、衝撃的な言葉を言われた。なんて言われたと思います？もう僕自分の身疑いましたよ。直行便ご用意できます。何それ？直行便がご用意できるんだったら、こんなややこしいことせんでええやんってね、いう話でしょ。で、直行便になったんです。しかもね、朝便になったんです。あれ？僕ね、これを何ヶ月も前もね、本当 ANA の方にお願い、僕の方からお願いして断られて、これ3回実は僕電話かけてるんです。3回断られて、今回4回目でね、4回目に関しては僕の方じゃなくって、ルフトハンザの、航空会社の変更ということがあったから、こんな話になったんだけど、そうなん？それがいけるんだったらもうね、今回僕これ電話40分かけてたんですけど、40分話す必要なかった。で、この時の気持ちっていうのはね、もう嬉しいじゃないんです。もう戸惑い。ただ単にね、何が起こってんだろうってね。
いうことで戸惑いです。もうだからありがとうとかそういった感謝とかそういう気持ちもなんもない。なんかね、気持ちが真っ白になるっていうのかな。とりあえず電話を切るんです。だから、喜びが生まれたのは実は翌日とか翌々日でね、ちょっと他のことがあって、その時に喜びがじわっと湧いてくる。そういうね、なんか変な感情になりました。結果的にはね、僕が思った通り、ミュンヘンでビール祭り行きたいと思ったビール祭り行けたんです。ですから、良かったんだけどね。何が分かったんでしょうね。本当今回は、思った通りにならないです。それともう一つね、思った通りにならなかったことがあります。これも前回の動画の中でちらっとだけお話したんですけども、11月なんですね。11月の頭にターキッシュエアラインズから変更がやってきます。イスタンブールからバルセロナなんですけども、40分ね、出発が早くなって、到着は35分早くなって、軽微な変更だなというふうには思ったんですけども、この便ね、私は優勝のチケットを取った。で、妻は ANA の特典航空券で取ってるんです。で、妻の方はね、至極当たり前の対応でした。速やかにいいチケットが送られてきてます。私の方は、そうじゃないんです。で、ここをクリックしたら、私のこのターキッシュエアラインズのマイページに飛べるんですよ。で、ターキッシュエアラインズのマイページに飛んだら、こういう軽微な変更じゃなくってね、もっととんでもない変更があった時に出てくるはずのボタンがあったんです。承諾をしますかしませんかっていうボタンがあった。あれ承諾をしない場合はなんと、変更するっていうボタンもあったんです。変更あるいはキャンセルだったかな。ちょっとその画面残してないんですけど、これおかしくないってね。今まで僕 ANA で同じことがあった時にこんなのね、変更できるみたいに書いてるけど、できた試しなかったんだけど、で、これは放置してたんです。で、放置をしてて、3月のね、半ばになって、もうさすがにもうこれ以上マニラからイスタンブールの変更をね、待っててももう通らないだろうと踏んだので、そしたらせっかくね、ターキッシュエアラインズが変更してくれるんだったら、これ変更しようかなって思って、このマイページの方で変更する方をクリックして、その通りね、僕が希望する通り、ポンポンポンと押したら、変更できたんです。あれこれ3月の11日にやったんですね。12時50分。Your flight change is complete. おーできたんや。これ、格安チケットでキャンセル変更一切不可のチケットやったので、こんなことできるなんて夢にも思ってなかったんですけど、26日から27日の変更が通りました。それともう時間もね、ちょっとでも早くバルセロナ行きたかったので、朝7時55分出発で10時35分バルセロナ着。で、これね、追加料金とかね、そんなん一切いらなかったんです。で、この時も、なんというかな、もし僕キャンセルして取り直した場合ですけども、私がこれね、300何日か前に取った時は3万8000円のチケットです。これが3月の段階では5万8000円になってました。だから2万円ね、本当はね、余分にいるところだったんですけど、なんかターキッシュエアラインズのおかしな対応のおかげで、これはね、無事変更が効いたんです。ですから僕、バルセロナも半日観光プラスね、できることになった。いやー、これは良かった話ですね。最後にね、もう一個ね、なんか今回腑に落ちないことがあるんです。これ払い戻し明細書なんですけど、何の払い戻しかっていうと、これも過去動画で僕話したんですけど、東南アジアの、ぐるぐるね、旅行に関して、2024年の12月と2025年の11月が燃油サーチャージ安いから、変更をかけたら払い戻しがあるっていう話をしたんですよね。その時1万5000円返ってきたって話をしました。ヨーロッパで同じことしたらね、東南アジアより距離遠いわけです。ですから、もっと返ってくるじゃないですか。と思ってやったんです。ところがどっこい。返ってきたの7280円。返ってきたんだから文句言っても始まらないんですけど、こっちがね、妻の方、
で、私の方は、これ私の方ね。私の方は4080円。で、あれで、私のチケットと妻のチケットと一番違うのなんかっていうと、ヨーロッパ内のイスタンブールからバルセロナ。これがあるかないかですよね。妻のは東京からマニラが ANA。私のは東京からシンガポール経由、マニラはシンガポール航空だから、レインサーチャージが ANA はかかる。私のはかからない。だからそれが3000円の差なのかな。何が4000円返ってきたんだろう。東京からマニラが3000円としたら、4000円、ルフトハンザかターキッシュエアラインズかどっちかで返ってきてるんです。で、これ全然腑に落ちないんですよね。この時、11月と12月の差額がヨーロッパ日本間で、ヨーロッパ、片道1万円だったんです。往復2万円なんです。ですから単純に僕今回ヨーロッパを往復するから、まあ少なくとも2万は返ってくるやろな。プラスアルファは返ってくるやろなと思ったら、4000円とか7000円とか。なんかね、もう僕ヨーロッパはね、鬼門やねっていうことを今回感じました。今回、ANA 特典航空券で、ルフトハンザ航空とターキッシュエアラインと予約かけたんですけど、どうもこの2社と ANA の間の販売条件の問題なのか、何の問題なのかわかんないですけど、ちょっとルール通りの運用されてない、節があります。これに関してはね、私今後、もうオカマイル活動そんな頑張ってないから、もう一回ヨーロッパ行くだけマイル貯めれないと思いますので、皆様でね、ヨーロッパ旅行を楽しまれて、で、思った通りになったなっていう方はなったなっていう、ね、コメントいただいたら嬉しいし、いや、そうなんだよなと、思った通りにならないんだよなっていうコメントがあれば、それはそれで書いていただいて、皆様の情報共有の場として使っていただければありがたいです。ではね、反省編。ちょっと次回からが本格的な反省編かなと思います。来週金曜日に新ネタあげますので、チャンネル登録していただきまして、ぜひね、この先もよろしくお願いいたします。